こんにちは、青22号です。タミヤの24分の1トヨタ GR スープラの製作の続きです。足回りのパーツにシルバーを塗っていくために一部マスキングしていきます。シルバーと黒で塗り分ける部分が足回りには何箇所かありますが、黒をマスキングしてからシルバーを塗るのか、あるいはシルバーをマスキングしてから黒を塗るのかはパーツによって使い分けます。とりあえずこのショックアブソーバーの部分は黒で塗ったところをマスキングしてからシルバーを塗ります。というわけでシルバーを塗っていきます。足回りのパーツの中でこのショックアブソーバーのパーツ以外はマスキングをせずにそのままシルバーを塗り、後でマスキングしてから再び黒を塗っていく予定です。すでに塗ってある黒はシルバーの下地として活用しています。このキットはエンジンが再現されていないので、メカニカルな部分というとこういった足回りの部分だけとなります。全体を黒一色で仕上げても十分ですが、ここはできるだけ塗り分けていきたいところです。先ほどマスキングしたショックアブソーバーの部分以外はシルバーを塗ってからマスキングして黒を塗ります。シルバーはパーツ全体を塗るのではなく、必要な部分のみを塗っていきます。全体を塗ると塗った分だけ塗膜が厚くなり、その分だけディテールが埋まってしまうことになります。目に見えて変化するほどではありませんが、余計に塗る必要もないはずです。また余計に塗るということは、その分だけ余計に塗料を使うということでもあります。実際に余計になる塗料の量は微々たるものですが、毎回その調子で無駄遣いすると塵も積もればで、気がつくと結構な量を浪費していることにもなります。いずれにせよ余計に塗ってもあまりメリットはなさそうなので、必要な部分のみを塗るようにしています。シルバーの上からマスキングテープを貼ると、テープを剥がすときに多少銀粉を持っていかれるので、少ししっかりめに塗っておきます。内装周りでは一部フラットレッドで塗る部分があるので、それらを塗っていきます。シートの背もたれの部分など先に接着できるところは接着してしまいます。接着剤がはみ出ないように注意します。というわけでピュアレッドを塗っていきます。タミヤビンラッカーのピュアレッドは艶ありの赤なので、後でフラットクリアを上から重ねて艶を落とす予定です。フラットレッドを塗ればそのような手間は必要ないのですが、手元にそれがなかったので代用して塗っているだけで特に意味はありません。白のプラスチックの上から直接塗っています。サーフェイサーを塗らずに直接塗っているので、塗り方には注意します。いきなり厚塗りすると乾くまでの時間が増えて、表面で塗料が流動する隙を与えてしまうことになります。流動すると表面張力が働くので、塗膜の厚みが厚いところと薄いところができてしまい、それが色ムラとなります。塗膜が厚いほど色が濃く見えて、逆に塗膜が薄いと色も薄く見えます。こういった現象は塗料の隠蔽力が弱いほど顕著に出てきます。塗料によって隠蔽力はそれぞれ違いますが、赤という色は一般的に隠蔽力が弱いことが多いです。タミヤビンラッカーのピュアレッドはその中でも比較的隠蔽力は強い方ですが、それでも多少の影響は避けられないようです。塗り始めはごくごく薄く塗り、表面に塗った塗料を乾かしながら塗っていくようなつもりで塗っていきます。希釈は濃くするのではなく薄めにしています。これは表面で乾燥するスピードを速めて流動する隙を与えにくくするためでもあります。シャシーを塗装していきます。シャシーは一部ボディカラーと同色で塗る部分があるので、その下地として白を塗っていきます。ボディは赤で仕上げる予定なので、シャシーに塗ったグレーのサーフェイサーの上に直接赤を塗ってもうまく発色してくれないからです。といっても完成後はそれほどよく見える部分ではないので、完全に白くなるまで厚塗りする必要はないでしょう。塗った白を1時間ほど乾燥させたら赤を塗っていきます。シャシーの塗り分けは赤の他にセミグロスブラックやチタンシルバーなどで塗り分けていきますが、一番隠蔽力が弱い赤から塗っていきます。
またシャシーの塗り分けの中で赤で塗る面積が一番小さいので、マスキングのしやすさから考えても赤から塗った方が良さそうです。マスキングする面積が広くなると、その分テープを貼ったりする量が多くなるので手間が増えることになります。もっとも塗る塗料の隠蔽力次第では面積に関係なく順番を考えますが、今回はあえて黒やシルバーから塗る必要はなさそうです。ボディ表面のペーパー分けが続いています。本体の方は完了していましたが、前後のバンパーやトランクリッドなどが完了していませんでした。ボディと同様に表面にデザイン上の微妙な起伏があるので、それらを削ってしまわないように慎重にペーパー分けしていきます。通常私の手順ではペーパーの番手は600番から始めて1000番で表面を整えますが、600番だと表面の起伏を削りすぎてしまいそうだったので、場所によっては1000番から始めているところもあります。1000番だとただ塗膜を削っているだけのような状態になりますが、それで十分と思うようなところがあったのも事実です。前回も言いましたが、このキットに関してはこのサーフェイサーを塗ってペーパー分けをするという作業はもともと表面が整っている上にペーパー分けが難しいので、この作業はあまり必要がなかったかもしれません。ボディ周りのパーツは一通りペーパー分けが終わったので、組み立てていくことにします。接着するときは接着剤がはみ出ないように細心の注意を払います。リアバンパーは中央部の接着面が接着剤がはみ出ても表に出てこない構造になっているので、ここでしっかりと強度を確保しておきます。両サイドのフェンダー付近の接着面は接着剤をほんの少しだけ流し込むだけにしておきます。フロントのバンパーは中央の接着白に流し込み接着剤をあらかじめ塗ってから接着します。流し込み接着剤を塗ってもすぐに乾いてしまいますが、何度か塗っていくうちに少し残るようになります。この状態でバンパーを合わせて接着します。通常の接着剤だと樹脂が混ざっているので塗りかさがあり、合わせた時に合わせ目からはみ出てくることがあるので、あえて流し込み接着剤でこのような使い方をしています。両サイドの接着面は合わせ目からできるだけ離れたところに接着剤を流し込みます。流し込んだ後押さえるときはあまり力を入れないようにします。サイドのインテークについては接着剤がはみ出ないようにするいい方法はあまりないのですが、流し込む接着剤の量は最小限にしておきます。パーツの精度がもともと良くてぴったりとはまるので、それほど厳重に接着する必要はなさそうです。ここもやはり流し込んだ後に押さえるときはそれほど力を入れないようにします。リアのトランクリッドはフロントバンパーと同様に接着白のところにあらかじめ流し込み接着剤を塗ってからパーツを合わせます。こういった場面で接着剤をはみ出させてしまうとリカバリーがとても大変になります。リカバリーが不可能というわけではありませんが、接着剤はパーツを溶かしているので実質的に大なり小なり自分でその部分を作り直すことになるからです。なので根本的にはみ出さないようにするのが肝心です。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。